こんにちは。今回はフリーCADでボロノイ形状を作ってみたいと思います。Python マクロを使いますが、プログラミングの知識は必要ありません。マクロって便利なんだな、くらいの気軽な気持ちで OK です。説明が早すぎるところは一時停止しながらご覧ください。では、まずはボロノイズについて簡単にお話ししたいと思います。背景に複数の赤い点が描かれています。この点を街にあるコンビニだと思ってください。同じような商品を扱っているコンビニが複数ある場合、普通は一番近いお店を選びますよね。自分のいる場所から最も近いコンビニはどこか？それをパッと見てわかるようにした図がボロノイズです。まるでコンビニの縄張り図のようなものです。ボロノイズはコンビニだけでなく、学校や病院などから最も近い場所を特定する都市計画などにも活用されています。さらに、ボロノイズは自然界にも見られます。キリンの模様やトンボの羽、葉脈、蜂の巣など。蜂の巣に関しては、厳密にはボロノイズそのものではありませんが、その原理は共通しています。これらは、限られた空間を効率的に分けるための自然の知恵とも言えます。規則正しさの中に不規則性が見られる、このボロノイ構造はアートとしても使われます。規則とランダム性のバランスが人間の感性に響くのだそうです。コンピュータグラフィクスでは画像認識などにも応用されます。このように様々な分野で利用されています。今回はこんなボロノイズを使ってフリーCADで簡単なコースターを作ってみたいと思います。まずはざっくりと作戦概要を説明します。1、ナンパイ、サイパイのインストール。2、パートデザインでコースターの元となる円柱を作成する。3、ボロノイマクロを使って模様を作る。4、円柱にボロノイ模様の穴を開ける。です。ボロノイマクロは GitHub に公開されているものを当動画用に修正しています。マクロのご利用はあくまで自己責任の範疇でお願いします。動作保証をしかねますのでご了承ください。詳細は動画の概要欄をご覧ください。では、ナンパイ、サイパイのインストールです。すでにインストール済みの場合はスキップしてください。では、コマンドプロンプトを起動してください。CD コマンドでフリーCADの実行ファイルが存在する場所に移動してください。続いて、ナンパイ、サイパイのインストールを行います。画面に表示しているコマンドを入力してください。ここではすでにインストール済みなのでモジュールが更新されただけですね。新規インストールの場合はいろいろ表示されます。必要なモジュールのインストール作業は以上です。続いてフリーCADを起動してください。メニューのマクロを選択してください。マクロの実行ダイアログが開きます。ユーザーマクロの保存先のテキストボックスにマクロファイルを保存するフォルダ名が表示されています。このフォルダに概要欄に記載されているマクロファイルをダウンロードして保存してください。マクロの実行ダイアログを開き直すとリストボックスにマクロファイルが表示されるはずです。これでマクロの準備は完了です。一旦ダイアログを閉じましょう。続いてカラファイルボタンをクリックしてください。もしワークベンチがパートデザインになってなければ、ここのコンボボックスからパートデザインを選択してください。ではボディを作成してスケッチを行います。ボディアイコンをクリックしてください。ボディがモデルツリーに追加されます。スケッチアイコンをクリックしてください。スケッチは上から見た状態で作成します。 XY 平面を選択してください。ではスケッチします。直径 8cm の簡単な円形のコースターを作りましょう。円を描きますので円アイコンをクリックしてください。円の中心をクリックして直径 80mm の円を描いてください。円は描けましたでしょうか？ではスケッチを閉じてください。円を立体化してコースターの形にします。パッドで押し出して厚み 2mm の円柱にします。パッドアイコンをクリックしてください。ダイアログの中の長さ項目を 2mm に設定します。設定したらダイアログを閉じます。この円盤がコースターのベースとなります。この円盤の上面にボロノイ形状を描きます。では実際にボロノイマクロを使ってボロノイ図を描いてみましょう。
まず、ボロのイズを描く対象の面を選択します。円盤の上面をクリックしてください。上面の色が変わって面選択状態になりました。メニューのマクロを選択してください。リストボックスに表示されているボロノイ V2FC マクロを選択して実行ボタンをクリックします。ボロノイマクロが起動しました。さて、このマクロの項目ですが、ちょっと難しそうな単語が並んでいますが、心配しなくて大丈夫です。項目の説明をざっと画面に表示します。必要であれば一時停止してご覧ください。より詳細な説明は動画の概要欄を確認してください。ツールを使って遊ぶ分には全ての項目を理解しなくて大丈夫です。とりあえず今回は画面の通りに変更しました。赤枠で囲っているオフセット、外枠マージン、境界を滑らかにするを変更しています。難しく考えるよりいじって確かめた方が早いです。では OK を謳歌しましょう。ボロノイ形状を生成している間は処理中と表示されます。完了と表示されたら中止ボタンでダイアログを閉じてください。円盤の上面に模様が生成されています。これがボロノイ図形です。この図をコースターの模様として加工します。さて、ボロノイ図はスケッチとして生成されます。ボロノイスケッチを選択してポケットアイコンをクリックしてください。形状が複雑なのでポケットパラメータが開くのに少し時間がかかります。では、タイプを貫通にして円盤を一気に穴開けしましょう。OK でダイアログを閉じます。これでボロノイ図形のコースター完成です。いかがでしょうか？いまいちピンとこない方もいると思います。ボロノイ模様が美しいと感じるかどうかは人それぞれですね。実は 3D プリンター関連の作品としてはよく作られてます。1000円とか1500円とかで売られてますね。今回のボロノイマクロを使えば簡単に作れますので、もし興味があればオリジナル作品を作ってみてはいかがでしょうか。フリーキャドでいろいろ加工できますので、作れる作品の幅は非常に広いです。参考までにボロノイマクロのサンプルモデルと設定値をまとめておきます。値をいろいろ変えて試してみてください。ボロノイ形状は自然界が生み出した効率的な形状とも言えます。構造的に強くて軽量という特徴があります。自然界やアート、科学技術など幅広い分野で利用されています。さて、今回は様々な分野で利用されているボロノイズをフリーキャドで扱ってみるという試みでした。それでは今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。